希望の輪、いわき市福島県立いわき高校2年、松本里奈さんです。皆さんは故郷をどう思っていますか？皆さんにとって福島や東北はどのようなところですか？私の故郷楢葉町は福島県の海沿い、福島第一原子力発電所の 15km ほど南にあります。原発事故のため私はいまだに楢葉町に住むことができません。2011年3月11日、忘れもしないあの大地震が東北を襲いました。あの時私は中学1年生でした。翌朝避難命令が出され、私は状況がよくわからぬままに町を出ました。1ヶ月間避難所を転々とした後、いわき市での新たな生活が始まりました。私は故郷の楢葉町に帰ることができないという現実を受け止めることができませんでした。避難と天候に苦しみました。そんな中でも私の心の中にはある思いが生まれていました。故郷のため、東北のために何かやりたいと。しかし被災者として扱われ、私には何もできないのだと諦めかけていました。そんな時、私はあるプロジェクトに出会いました。それは OECD 東北スクールです。OECD 東北スクールとは、岩手、宮城、福島の中高生約100人で東北を世界に発信する活動です。この OECD 東北スクールの2年半の活動の集大成として、私は今年の8月にフランス・パリでイベントを開きました。このプロジェクトに参加し、私たちは東北や復興について真剣に考えました。それは私自身と正面から向き合うきっかけにもなりました。避難生活の苦痛は徐々に和らいではいたものの、楢葉町の現状や自分自身とは向き合うことができずに逃げていました。しかし OECD 東北スクールで仲間に出会い、お互いの被災体験や心の奥にしまい込んでいた思いを話すうちに、楢葉町や自分自身と向き合えるようになりました。私は被災者や被災地という言葉が嫌いです。被災者だからかわいそうと言われるのが嫌です。東北の未来を真剣に考える一人の人として見てほしい。これはメンバー全員に共通する思いでした。それまで口にすることができなかった熱い思いを話すうちに、私たちは次第にまとまっていきました。そして私たちはチーム和となりました。和には人とのつながりという意味があります。みんなで一つになって東北の未来を作りたいという思いがこの一字に込められています。チーム名が和に決まり、私たちは肩を組み大きな輪となって和と叫びました。それが私たちが一つになった瞬間でした。
一人では何もできなかった私は OECD 東北スクールでたくさんの人と出会い、変わることができました。震災後、すべてを諦めかけていた私は未来への希望を持ち直すことができました。私たちには仲間が必要だと思います。その仲間は震災の被害に遭った人だけに限りません。日本全国、そして世界の人々もです。本音で話し、認め合える仲間です。そんな人が集まり一つになれば、できないことはありません。また、東北の本当の復興には、心が必要だと思います。何があっても諦めない熱い心です。物が治るだけではただの復旧作業です。私たちが目指しているのは復旧ではなく復興ではないのでしょうか。東北の皆さんは東北が好きですか？故郷への愛を、そして震災以前の皆さんの心の温かさを忘れないでください。全国、世界の皆さん、もし皆さんの故郷に何かあったらどうしますか？故郷に住む当たり前を大切にしてください。 OECD 東北スクールには希望の輪というテーマソングがあります。この曲はシンガーソングライターのミバさんがチームは全員の思いを聞き書いてくださった曲です。その中にこんな歌詞があります。誰かを思う優しさでこの街は生きている。皆さんの心の温かさを忘れないでください。またこんな歌詞があります。たくさんの出会いに助けられた。笑顔くれたあなたにまた会いたい。きっとそう、僕たちは一人きりじゃないから。私たちは一人ではありません。今はまだ辛いかもしれません。それでも希望を捨てないでください。故郷への思いを持ち続けていれば素晴らしい出会いがきっとあります。東北の人々が以前の温かさと元気を取り戻すこと、東北への熱い思いを持った人が集まること、東北の未来をみんなで本気で話せること、それらができて初めて東北の本当の意味での復興ができるのだと私は思います。遠くに至って笑って輪になろう。希望を今伝えたい。みんなで輪になりましょう。東北の枠を越え、国境を越えて、みんなで素晴らしい東北の未来を作るために。ありがとうございました。